はい、皆さんおはこんばんにちは、さとけんです。今回は原神のガイアの髪型を作っていきます。あ、ガイアだ。ということで、みんなから愛されているガイアの髪型を作っていきます。髪型はものすごいウルフですね。後ろの髪の毛、襟足の髪はだいたい腰ぐらいまで長さがあります。あとは右サイドの髪の毛に一束明るい毛束がありますね。こちらを作っていきます。ベースのウィッグはワイルドウルフのピーコックネイビーですね。12月に新しく発売された限定色のウィッグを使っていきます。通常のワイルドウルフのウィッグよりもガイア用に襟足が長く作られているウィッグになりますので、こちらを使って作っていきます。はじめにつむじの位置を動かします。左の結構前ですねに持ってきたいので、アイロンでウィッグの根元にしっかり熱を当てて、毛流れを変えた状態で冷ましてあげると、つむじの位置を動かすことができます。地味ですがどのキャラでもつむじの位置大事なので、しっかり動かしてから作るのをおすすめします。で、右サイドにある一束明るいメッシュの毛束をつむじ付近からこのぐらい取っておきます。できるだけ一つの頭から作りたいっていう、勝手に縛りをつけて今までやっているので、今回も脱色剤を使ってこの毛束の色が抜けないかなと思って試みているんですが、既製品のウィッグはしっかり染まっているんで全く抜けず、こいつはどうだと思って、色柄物が安心じゃないタイプの漂白剤ですね、ハイターの中にある程度温度を保ったまま一晩つけてみたところ、ほんのちょっと緑になっただけで、これ以上無理だったので今回は諦めまして、おとなしく毛束をつけていこうと思います。毛束をつけるときは毛の流れに対して横じゃなくて同じ向き、今回だったらこっち向きですね。この向きにしっかりつけてあげると根元が目立たずに自然に毛束をつけることができるので、その方がいいかなと思います。くっついたら先ほどのつむじと同じようにアイロンで毛の流れを合わせてあげると、これで自然に生えているように見えるかなと思います。ガイア眼帯してますが目には問題ないらしいですね。服とかズボンと一緒って言ってましたね。続いてカットをしていきます。まず前髪からカットしていきます。斜めにカットして流せるようにしたいので、流したい方と反対側に引いて斜めにカットすることで、かなり角度をつけて斜めに切ることができます。そうするとこんな感じですね。左の前髪は真ん中の髪をガイドにして、同じように斜めに引いてカットしておきます。この横毛の部分は右も左も長さをつなげずに後で別で切りますので、一度分けておいて、顔の方に斜めに引いて段を入れながらカットしていきます。左右同じ長さでもいいんですが、若干右が長い方がそれっぽくなるので、少し足目に作っていきます。今切っていた横の髪と後ろのアウトラインを前下がりでつないで、床と平行に持ち上げてしっかりめに段を入れていきます。後ろも同じようにしっかり持ち上げて段を入れていきます。で、襟足がすごい長いので境目切らないとただのクラゲみたいになってしまうので、上からスライドカットで段を入れながらなじませていきます。反対側も同じようにカットしていきますっていうと、すっ飛ばして見ちゃう人もいると思うんですが、全然いいんですけど、そんなお前ってほんとせっかちだよな。すきばさみを使って毛先の毛量を調節していきます。結構毛先は軽くて大丈夫ですね。僕のハサミがスキ率が 10% 前後ぐらいで、あまり量が透けないハサミになっているので連打していますが、ハサミによってはこんなに連打すると毛先が消滅するので気をつけながら切ってください。さっきちらっと言いましたが、
右の方が少し長い状態で切ってあります。襟足の紙は両側のこの部分だけ段を入れていきます。全部に段が入れると量が足りなくなってしまうので、そこだけで十分です。で、横毛の部分ですね。さっきつけた毛束も長い状態でまだ残っているので、こちらも前髪に重なるような感じですね。内側の前髪よりもちょっと長い状態で切っておきます。ちょうどガイア切ってる日が雪予報だったんですよね。ということで、これ。まあ全然降らなかったけど、風邪ひくなよ。トップのアホ毛を作っていきます。ガイアのアホ毛は2本あって、1本長くて1本短い状態ですね。なので長さが違う2本のアホ毛を作って混ざらないようにピンで分けておきます。これでカットが終わりです。ストレートアイロンを使って形を作っていきます。耳周りは両方とも耳にかけているスタイルなので、しっかりと根元に熱を当てて毛の流れを後ろに作っていきます。左サイドは前髪もすべて耳にかかるような毛の流れを作って上から横毛を重ねていきます。で、右サイドは同じように耳にはかけるんですが、もみあげの長い部分ですね。ここは耳にかけずに下ろしておくので、このまま取っておきます。前髪は流せるように毛先をカーブさせていきます。こっち側の横毛も同じように前髪に重なってくるような状態で作っておきます。後ろは軽く内巻きだけで大丈夫です。外羽部分を巻いていきます。ガイアの外羽はナチュラルよりももうちょっときつめにぴょんってなっててもいい感じですね。トップのアホ毛は内巻きで少し後ろ向きに作っておきます。スタイリング剤をつけていきます。付け方なんですが、根元からしっかりボリュームを出してボサボサにした状態をおとなしく仕上がれと溶かしていった方が、こういうナチュラルな髪型の時はいいかなと思います。なんか前も氷属性使うキャラで同じようなことをした記憶はありますが、基本的にはさっきアイロンの時と言っていることは一緒になりますね。内側の髪を耳にかけた状態にして、その上に毛束を重ねていくような作り方になります。で、こっちサイドなんですが、ぴょっとちっちゃい毛束を顔の方に作ってあげるといい感じになるかなと思います。正面から見ると実はかぶさっている横毛の部分は同じ長さで、右のもみあげだけ残っているから右が長く足目に見えるっていう感じですね。外羽の部分は真横じゃなくてちょっと後ろ側に外羽させてあげるといい感じになるかなと思います。横に羽させるとちょっと頭でかくなるんですよね。すっごい地味なんですが、この耳の後ろの軽く首に巻きついているような毛束を長さ違いで何本か作ってあげるともっと似てくるんじゃないかなと思います。ウィッグに肩がないのでちょっと分かりづらいかと思いますが、襟足はただ左に寄せて肩にかけてるだけなので、右側は短い感じでこういう髪型になりますね。なのでここもセットしておきます。トップのアホ毛も気持ち後ろに向けて固めておくといいですね。多分仕上がりだけ見たい方もいらっしゃるので、ここまでスキップして見てる方もいると思うんですよね。全然それでも嬉しいので大丈夫なんですが、一応もう一回言っときますね。1回目見た方はご一緒に。お前ってほんとせっかちだよな。最後にその辺に余っていた真鍮の板と水色の何かで作ったピアスをつけたらこれで完成です。はい、これでガイアの髪型が完成です。ちょっと最後ガイアなのに相談にしすぎたな。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録してまた見に来てください。それでは。